何もしなければ変わりませんよね。この現状を変えるには行動するしかないんです。皆さんこんにちは。こちらの動画、今12月6日に撮ってるんですけど、ちょうど1年も終わりに差し掛かっているということでね、普段振り返りをすることがない人でも、こういう時期ってこの1年どうだったかなって思ったりすることあると思うんです。でもちろん、1年の終わりでなくてもね、霧のいいタイミングで振り返るっていうことはあると思うんですね。例えば年度末とか月末とか。中には1週間の終わりとかで振り返る人もいるかもしれません。時間経つの早かったなあ。あれ、そういえば私何してたっけみたいなことって結構あるんじゃないかなと思うんですね。それで、例えば、1年間私何してたかよくわかんないや。来年はこういう感じにならないように気をつけようみたいな感じで、同じことを繰り返すっていうね。1年バージョンじゃなくても、今月ダメだったな、来月頑張ろう、来週頑張ろう、明日頑張ろうみたいな感じで、結構同じようなの繰り返しがちになったりすることあると思うんですよ。で、同じことを繰り返さないためには、どうしたらいいかっていうと、やっぱり目標を立てる必要があると思うんです。ということで、今回は行動に結びついて、かつ三日坊主にならない、継続しやすい目標の立て方についてお話ししていきたいと思います。で、前回の動画の実践編ということで見ていただけたら嬉しいです。それではまず目標を決めるというところからやっていきたいと思います。で、ここで皆さんに私がやってほしいのは、自分がやってみたいと思うものの、無理かなって思ってることを、まずは上げていってほしいんです。箇条書きでもいいので、上げていってほしい。で、もしパッと思いつかないのであれば、自分がなんとなく自信がなかったりとか、例えば失敗とか挫折を恐れる気持ち、恐怖心とかってあると思うんですね。で、そういうちょっと感情に着目して、自分がどういったことに恐怖心を抱いているのか、もしくは失敗や挫折を恐れる気持ちみたいなものを探っていって、その紐を辿っていくんですよ。で、そしたらどこに行き着くかっていうのを探ってってほしいんですね。もしくは自分が自信ないなっていう、なんかそういう漠然とした気持ちがあるのであれば、その自信のなさの根源部分というか根っこの部分に何があるかっていうのを書き出していっていただきたい。心が落ち着く音楽などを聴きながら、できればリラックスした状態で7分から10分程度の時間で書き出していきましょう。あまり長い時間を考えると逆にこんがらがってしまうので、とにかく何も考えずに心に浮かんだことをただひたすらバーッと書き出していきましょう。ここにどのようなことを書くかは人それぞれ異なってくるかと思います。私の場合は白論を書くことが心のしこりとなっているので、それを目標とした上でどのような不安や恐怖があるかということを中心に書き出していきます。中にはこれという明確な目標がない人もいるかもしれません。その場合はこういったブレインストーミングの時間を何回か小分けに設けて1週間ほど時間をかけて探していきましょう。内容はどんなものでも構いません。要は自分の不安感や恐怖感を軸に自己分析をするということを意識して書いていきましょう。箇条書きやマインドマップのような形でももちろん構いません。自分が無意識に逃げているものを探り当てる感じです。そこから目標を設定していきましょう。この時、達成するための期間や具体的な行動などについては一切考えないでください。そういった判断をここでしてしまうと、自分の可能性をあらかじめ潰してしまうことになりかねません。余計なことを考えず、ただただシンプルに心を無にして自分の気持ちと向き合ってみましょう。いや、ちょっと待って。なんでそもそも不安や恐怖といったネガティブな感情を軸に目標を考えるの？もっと夢や希望みたいな明るいものに着目した方がいいんじゃないの？このように感じる方もいるかもしれません。確かに夢や希望がなければ目標なんてわざわざ立てませんよね。だったら不安や恐怖よりも夢や希望について考えた方が頑張る気力が湧いてくるし、より生産的、効果的であるように思われるかもしれません。でも夢や希望のような言葉ってなんとなくふわっとしてますよね。夢物語とか希望的観測なんていう表現があるように、こういう言葉って現実と離れたふわふわしたものなんです。こんな風にふわっとした状態のままであれば、私たちの元気の源になってくれるのですが、ひとたび目標という形に変換すると、それは重圧に変わります。なぜなら自分の力で本当に達成できるのか不安になるからです。そしてそれはやがて失敗することへの恐怖へと変わっていきます。こんな風に目標を持とうとすると程度の差はあるものの不安や恐怖と隣り合わせになります。なので夢や希望のようなふ
ふわっとしたものよりも自分の抱えている不安や恐怖に目を向けた方が今の自分に最適な目標が見つかりやすいと思います。それでは早速1のステップでつれづれなるままに書いたものを見返していきましょう。心に思い浮かんだものを書き連ねていると思うので、ここからはマーカーペンを使ってそれぞれの内容を色別に分類していきます。どのように分類するかは書いた内容によって異なってくるとは思いますが、だいたい次の2つのタイプに分類できるのではないでしょうか。1、やってみたいこと、願望。2、実現できない理由や状況。私の場合、海外ジャーナルに論文を投稿することや海外で研究すること、一定数の業績を毎年出すといったことがやってみたいこと、願望にあたります。青色で囲っている部分ですね。一方、紫で囲っている部分が実現できない理由にあたります。無理だと思う理由がすぐに思い浮かばないという方は、不安という感情がなぜ生まれるのかを考えてみてください。例えば私はここに周りからどう評価されるのか心配、不安と書いていますが、それはなぜでしょうか。あるいは白論を本当に書き上げられるのか、審査に通るのかという疑問、これはどうして生まれるのでしょうか。それは自分の研究内容に自信がなかったり、研究を遂行する能力が足りないと私自身が感じているからですよね。こんな風に不安感や無理だと思う気持ちって実現できない理由や状況に対して生じる感情なので、なぜそう感じるのかを自分自身に問いかけていくとおのずと理由がはっきりしてくると思います。あとは重複する表現や言葉遣いに着目してみると、自分がどんな自己評価をしているのかを考えるヒントになります。例えば私の場合、能力がない、生理が苦手といった言葉をたびたび使っていますね。これが私の自己評価になるわけです。こんな風に改めて文字にしていくと、うわー、自分って全然ダメじゃんと気持ちが萎えてしまう人も出てくるかもしれません。でも安心してください。ダメだと感じているのはあなただけではありません。それでも心が折れそうと思っている方も大丈夫です。心が折れないためのポイントを今からお話しします。まず皆さんに確認してほしいのは、私たちが無理だと思うことって大抵の場合、何かしらの知識やスキルの不足から来ているということです。私の場合であれば、研究や論文に関するスキルの不足になりますが、他の例でも同じような感じになると思います。例えば、英語の勉強をしたいけど、英語が話せるようになる自信がないと思っている場合を考えてみましょう。その理由として考えられるのは、勉強方法がわからないとか、勉強する時間がないといったことだと思います。これって、一言で言うと、知識やスキルの問題ですよね。勉強方法がわからないということは知識の不足にあたります。勉強する時間がないというのも、そういった時間をどうやったら作り出すことができるのか、そういう時間術、いわばスキルが不足しているという形で理解することができます。こんな風にですね、皆さんも自分の場合はどういった知識やスキルが不足しているのか、これをさらに掘り下げて整理していってみてください。そうすると、最初は漠然と感じていた不安や恐怖がだんだん具体的な形になってくると思います。曖昧でぼんやりしたものだとなんだかモヤモヤして余計に不安になりますが、こんな風に形を与えると自分にとって足りないものが明確になるので逆にすっきりしてくると思います。これが心が折れないためのポイントです。自分の状況を把握することに意識を集中していくと、それに対する負の感情が自然と切り離されます。その結果、負の感情に振り回されることがなくなるというわけです。不安や恐怖って実は進むべき道しるべになってくれるとても貴重な感情なんです。なのでこれから先不安や恐怖を感じた時はむしろラッキーチャンスというわけです。自分にはどんな知識やスキルが不足しているかが分かれば、あとは簡単です。知識やスキルが不足している状態って何もしなければ変わりませんよね。そう、この現状を変えるには行動するしかないんです。ここで発想の転換が起こります。無理だからやらないのではなく、無理じゃないと思えるようになるにはどうすればいいかを考えるようにするんです。つまり、知識やスキルの不足を解消するにはどういう行動をすればいいのかを考えてみてください。最初は手探りでも大丈夫です。知識を獲得するためには、スキルを上達させるためには何をすればいいか思いつくままに書いてみましょう。具体的な行動が思いつかないという方は、具体的な行動を思いつくためには何をすればいいかを考えてみてください。私の場合、論文の書き方に関する書籍を読むこと、
そしてそれを実践することが大まかな行動目標になります。もう少し具体的に言うと、白論、英文ジャーナル、強著論文という今抱えている3つのプロジェクトを通して実践していきます。実践のステップは、論文の書き方の知識をもとに論文のアウトラインを作成、先生などに見せてコメントをもらう、修正、見せる、OK だったら書く、見せる、修正といったことを繰り返していきます。皆さんもこんな風に行動目標を書いてみてください。この時皆さんに注意してもらいたいのが、なるべく一人でこなさないようにするということです。そもそも知識やスキルが不足している状態から始まってるわけですよね。そんな中、自分一人で上達しようとしてもなかなかうまくいかないと思います。なので、アドバイスをしてくれる人を見つけたり、自分の実力を客観的に評価できるもの、例えば試験を受けるなどの行動を組み込むようにしてください。要は自分の行動がどの程度効果的かを測るフィードバックシステムのようなものを作って軌道修正できるような体制を整えておくことがポイントです。これは三日坊主で終わらない目標を立てるためにも重要なポイントになります。目標を立ててもなかなか長続きしない時って大抵の場合、計画が思い通りにいかなかったり、結果や成果が思うように出なかったりする時なんですよね。でも無理だと思うことを目標に挑戦しているわけですから、思い通りにいかないのってよくよく考えると当然なんですよね。なので、うまくいかないからという理由でやめてしまってはいつまでたっても成長しません。むしろうまくいかないことを普通と捉えて、その都度行動目標を立て直して軌道修正していくことが大切です。行動目標は常に試行錯誤しながら変えていくものだという認識を持つことで、思い通りにいかないことに慣れていきましょう。これらの点を踏まえて、行動目標と結果目標をだいたい3ヶ月単位で立てていきます。軌道修正しながら進めていくことを考えると、1年や半年などの長期間ではなく、数ヶ月単位で目標を設定していくのがおすすめです。達成したい結果目標とそれに向けた行動目標を一月ごとに書いていきましょう。そうすると3ヶ月後に達成したい結果目標がなんとなく見えてくるかと思います。ただ、ここで忘れてはいけないのは、これらの目標はあくまでも暫定的なものだということです。繰り返しになりますが、結果が思うように出なければ、その都度行動目標を修正していきましょう。場合によっては、結果目標も変えていく必要が出てくるかもしれません。例えば私の場合、白論の第1部を12月中に書き上げて、先生にメールで送る予定でいます。なので1月はその第1部に関して先生から OK をもらって第2部に進むことを目標にしています。で、2月3月で第2部のアウトラインを作成して執筆の段階に進んで、うまくいけば3月の末までに第2部に関して先生から OK をもらうということができるかなと、そういう大まかな目標を立てたんですね。でもこれはあくまでも暫定的な予定になります。アウトライン作成や執筆というのが行動目標、先生から OK をもらうというのが結果目標になるわけですが、この結果を一発で達成できるかは正直わかりません。OK をもらえない場合はまた行動目標を修正しなければいけなくなります。例えばアウトライン作成でダメ出しをされたら、その一歩手前のアイディア出しや議論の論理構成の練り直しからやり直さないといけません。で、そうなると3月末の結果目標である第2部の内容を先生から OK もらうというのも修正していく必要が出てきます。こんな風に流動的に考えていきましょう。行動目標と結果目標のズレを随時修正していきながら、徐々に結果に近づいていく。こういうイメージですね。はい、ということでですね、結構詳しく目標の立て方について説明してきたと思います。皆さんの参考になりましたら嬉しいです。で、この後はですね、この行動目標と結果目標のズレを徐々に軌道修正していくということを1ヶ月単位、1週間単位、1日単位という形で調整していけばいいわけですね。で、そこでやはり必要になってくるのが手帳になりますね。皆さん大好き手帳です。今までも皆さん手帳を使って計画を立てたり予定を立てたりしてきたと思います。振り返りもしてきたと思うんですけれども、ぜひこの動画で話したことを踏まえて、それを意識しながらちょっと手帳の使い方もですね、工夫していってもらえたら、今まで以上に効果的な手帳の使い方ができるんではないかと思います。1週間単位、1ヶ月単位で目標をどのように進めていくかについては、ショート動画で随時アップしていく予定でいますので、これからもお付き合いいただけると嬉しいです。ちなみに、そもそもなぜ頑張らなければいけないのかという動画も別にアップしてますので、興味のある方はぜひ見ていただけたらと思います。